ご視聴いただきありがとうございます。ライセンスサービスです。駐停車禁止場所と駐車禁止場所をまとめましたので、本免許試験に備えてご活用いただければ嬉しいです。それでは始めます。最初は、駐停車禁止場所10項目と、その例外です。1、駐停車禁止の標識や表示のある場所。こちらが駐停車禁止の標識で、こちらが駐停車禁止の表示です。補助標識で区間の始まりや終わりが表示されていることもあります。補助標識がなければ区間内を示します。通行止めの標識とよく似ていますので、間違えないようにしましょう。2、起動式内。起動式とは、路面電車が通行するための部分で、レールの敷いてある内側部分とその両端 0.61 メートルの範囲を言います。通常は、路面電車のレールを保護するためその内側と外側に敷かれた石畳の部分がこれにあたります。3、坂の頂上付近や勾配の急な坂。徐行すべき場所と追い越しを禁止する場所でもよく似た場所が出てきます。しかし、駐停車禁止の場所としては、上り坂も下り坂も禁止場所ですので、間違えないようにしましょう。なお、勾配の急な坂とは、一般的に傾斜の度合いが 10% 以上の坂を言います。4、トンネル。追い越しを禁止する場所では、車両通行帯のあるトンネルは除かれますが、駐停車禁止の場所では、車両通行帯があってもなくてもトンネルでは駐停車をしてはいけません。5、交差点と、その端から5メートル以内の場所。交差点とは、2つ以上の道路が交わっている部分で、歩道と車道のある道路では車道の交わる部分を言います。また、通行しやすく見通しも良くするために、交差点の隅の宅地や歩道を切り取って道路が拡大されている場合は、その拡大された道路の部分も交差点に含まれます。そのため、交差点における駐停車禁止の範囲は、その端から5メートル以内の場所も含めて図のようになります。6、道路の曲がり角から5メートル以内の場所。道路の曲がり角から5メートル以内の場所とは、その曲がり角も含めて、その端から5メートル以内ということです。なお、直角に近い曲がり角の場合は、図のようになります。7、横断歩道や自転車横断帯と、その端から前後5メートル以内の場所。追い越しを禁止する場所としての横断歩道や自転車横断帯は、その手前が禁止場所ですが、駐停車禁止の場所としては、手前だけではなくその前後が禁止場所ですので間違えないようにしましょう。8、踏切と、その端から前後10メートル以内の場所。踏切も、追い越しを禁止する場所としては、その手前が禁止場所ですが、駐停車禁止の場所としては、手前だけではなくその前後が禁止場所です。なお、その禁止場所の範囲は10メートル以内ですので、禁止の範囲に気をつけましょう。9、安全地帯の左側と、その前後10メートル以内の場所。路面電車に乗降する人が道路を渡るとき、駐停車車両の死角による危険を防ぎ安全を守るなどのために、車を運転する人から見て安全地帯の左側と、その前後10メートル以内の場所は駐停車が禁止されています。10、バス、路面電車の停留所の表示板から10メートル以内の場所。バス、路面電車の停留所の表示板から半径10メートル以内の道路の部分が駐停車禁止です。対向車線にその範囲が及ぶ場合もありますので、駐停車の際は対向車線のバス停にも注意が必要です。ただし、駐停車が禁止されるのは、バスや路面電車の運行時間中に限られます。また、路線バスなどが乗客の乗降のための停車や、運行時間の調整のための駐車は除かれています。以上が駐停車禁止の場所です。しかし、これらの場所でも、赤信号や踏切の直前など、法令の規定に従う場合や、警察官の命令、危険を防止するために一時停止する場合は除かれます。次は、駐車禁止場所6項目と、その例外です。1、駐車禁止の標識や表示のある場所。こちらが駐車禁止の標識で、こちらが駐車禁止の表示です。補助標識で区間の始まりや終わりを表示されていることもあります。車両通行止めの標識とよく似ていますので、間違えないようにしましょう。また、駐車禁止の標識のある区間では、停車をすることはできますが、その区間で駐停車禁止の場所があるときは、当然そこでは停車もしてはいけないことになります。
例えば、駐車禁止の標識や表示がある区間内に、踏切やバス停、横断歩道などがある場合は、その場所では停車もしてはいけません。2、火災報知器から1メートル以内の場所。人が火災報知器を作動させることができるように、この装置から半径1メートル以内の道路が駐車禁止です。なお、火災報知器といえば室内に設置されている警報装置を想像されると思いますが、これは街灯に発信機を設置し、火災の発生を押しボタンによって消防機関に連絡する装置です。しかし、すでに約半世紀前に廃止されたようで、法令上でのみ存在します。3、駐車場、車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内の場所。4、道路工事の区域の端から5メートル以内の場所。5、消防用機械器具の置き場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入り口から5メートル以内の場所。ここでいう、消防用機械器具の置き場とは、消防自動車の車庫や消火用ホースなどの置き場のことを言います。6、消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や、消防用防火水槽の取り入れ口から5メートル以内の場所。ここでいう消防水利とは、消火活動を行うための水を供給する施設の総称で、主に消火栓や防火水槽ですが、河川、池、湖、井戸などもあります。そして指定消防水利の標識は、これらの消防水利があることを示しています。以上が駐車禁止の場所ですが、引っ越しや冠婚葬祭などに使用する車や、公益上、社会習慣上、その他業務上やむを得ないと認められる車などで、警察署長の許可を受けたときは駐車をすることができます。ただし許可される範囲は駐車禁止の場所に限られ、駐停車禁止の場所は許可を受けることはできません。最後に、駐停車禁止場所と駐車禁止場所のまとめです。車が駐車も停車もしてはいけない場所は、こちらに並べ上げる通り10項目あります。駐停車禁止の範囲が具体的な数字で示されているところもしっかり覚えておきたいですね。交差点や曲がり角の道路形状や横断歩道などに関する場所は5メートル以内、踏切と安全地帯、バス停など乗り物に関する場所は10メートル以内です。普通自動車の長さが約5メートルですので、その禁止場所の範囲をイメージして覚えてくださいね。車が駐車をしてはいけない場所はこちらに並べ上げる通り6項目です。駐車禁止の範囲も具体的な数字で示されている項目がありますのでしっかり覚えておきましょう。火災報知器は1メートル以内、駐車場、車庫は3メートル以内、工事の区域と消防に関する施設は5メートル以内です。普通自動車の長さをイメージして覚えてはいかがでしょうか？いかがでしたか？これで駐停車禁止場所と駐車禁止場所の参考動画は終わりです。駐車と停車の意味の違いも大切ですので、他の動画で解説をしていますので参考にしてくださいね。